皆さんこんにちは、プピノアです。今回は年パス保有者の私が香港ディズニーランド春イベントの様子をお届けします。前回登録者1000人を祝して公式ホテルディズニーエクスプローラーズロッジに宿泊してきました。その後直接パークへ向かったので、今回は初めて宿泊者レーンから入場です。プラチナの年パスを持っている場合もここから入れます。昼頃だとこちら側は全く混んでおらず、待ち時間5分ほどで入場できました。毎回ここから入りたいな。パークに入ると、まずは可愛らしいフローラルダッフィーがお出迎え。それでは早速パークの中に入り、春イベントのいつもと違うポイントをご紹介していきます。まずはパーク入り口から見て右手のショップ。ここはダッフィーたちのグッズが多いです。この春限定のセーラー服を着たダッフィー&フレンズのキャラクターがとっても可愛いです。チェーンの部分はマットな質感のビーズでした。カチューシャもお花の飾りがついた春らしいデザインが登場してました。ちなみに私が行った3月下旬にはまだ2月の旧正月イベントの時のグッズが少し残っていました。しかもキーホルダーは割引。まだ残ってたらラッキーですね。その他の新商品だとアパレル系も結構増えてました。このようなワンポイントデザインのトップスは日常使いもできそうです。このミッキーのカチューシャも初めて見る気がします。さあ、お次は入り口から見て左側の大きい方のお土産屋さん。私が数ヶ月行っていない間にお土産屋さんのフロア面積が拡大されてました。以前この辺りはただの壁でした。奥の壁面も奥行きが増して前よりたくさん商品が並んでいます。店頭にはたくさんのスティッチの商品が。前はこんなにアピール強くなかった気がします。定番の香港ディズニー T シャツにも新デザインが追加されていました。先ほどと同じセーラーデザインのダッフィーたちはここにもいます。ここにはヘアアクセやキーチェーン、スナックなど細かいお土産もたくさんあります。少し奥に進むとチップとデールの新商品がありました。これもしかして私の大好物エッグタルトのデザインじゃないですか？ズートピアグッズもこの数ヶ月ですごい拡大してました。スーベニアから肩乗せチャーム、アイウェアまでかなり種類豊富でした。そしてホテルにもあって可愛いと思っていたこちらの新しいミニーちゃんのグッズ。個人的にこのカチューシャがお花たくさんでとても可愛いと思いました。奥の拡大した壁面売り場を見ていきます。これまで見たことのない新しいプーさんカチューシャを発見。各キャラクターワンコーナーで売り場を使っている感じで、ここはヘッドウェアコーナーとしてカチューシャやキャップなどいろんなキャラクターのアイテムが勢ぞろいしています。前より全体的に売り場が見やすくなったように感じます。あとは肩乗せチャーム専用の売り場ができていて、ここも前より品揃え増えてました。このゴミ箱のとか前はなかった。その近くには店頭にいたのとはまた違ったセーラーデザインのダッフィーたちのアイテムがありました。みんなそれぞれ違った色の帽子と服を着てます。新商品って書いてあったけど、また別のイベント向けのデザインなんでしょうか。
他にも星や月を持った弓見心地な感じの子たちや、可愛いポンチョを羽織った子もいましたよ。ちなみに今回はお土産や中央が工事中だったので、次行くときにここがどう変わっているかも楽しみです。さて続いては20周年記念のパフォーマンスであるディズニーフレンズライブキャッスルパーティーです。すでにこのチャンネルでもご紹介したことがあるのですが、今だけ期間限定でダッフィー&フレンズのキャラクター全員が春の新作セーラーコスチュームで登場するということなので、その様子をお届けしていきます。まずはダンサーさんたちが登場し場を盛り上げます。ミッキー、ミニーたちの登場です。続いてダッフィー&フレンズのみんなも出てきました。結構みんなキレッキレで動いてるのが可愛いです。なんかみんなが風船持って出てきましたよ。ダッフィー&フレンズのみんなのパフォーマンスが始まりました。以前見たときこのようなパフォーマンスはなかったので、おそらくこのセーラー服を着ている期間限定のパフォーマンスだと思われます。みんなの友情、フレンドシップにフォーカスを置いたパフォーマンスですね。かわいいです。ミッキーとミニーも一緒に踊り始めました。なんとフィナーレでの再登場は衣装チェンジされてました。通常の20周年用のコスチュームですね。ラッフィーたちだけでなくミッキーや他の仲間たちも。ダッフィー&フレンズのみんなが退場していきます。晴れ際のミッキーさんのパフォーマンスにみんな大興奮でした。まず先に公式アプリの情報から期間限定のグルメ情報を一挙ご紹介します。ダッフィー&フレンズのアイスクリームパフェ、チョコフレーバーのアイスでメインストリート USA で購入できます。アフタヌーンティーとジャイアントアイスクリームサンデーはともにコーナーカフェというレストランでいただくことができます。挑戦したい気持ちは山々でしたが、さすがに一人だと厳しいのでここは断念。ベーカリーの新商品はドーナツとタルトとサンドイッチ。
これは後ほど実際に行った様子をお届けします。そして私の大好物エッグタルトにダッフィーたちのデザインが勢ぞろい。これはエッグタルト好きとしてはレビューしないわけにはいかないので後ほどご紹介します。そして今回割と気になっていたのがこちらのグレープフレーバーのポップコーン。香港は日本と比較してポップコーンのフレーバーが少なく珍しいのでこちらも試していきました。あとはディズニーホテル内のレストランで提供されている特別メニューもいくつか紹介されています。ディズニーランドホテルでは特別なデザートプレートとステラルーデザインのドリンク。私が宿泊したエクスプローラーズロッジではクッキーのドリンク。ハリウッドホテルでもデザートプレートがあるそうです。まずはパーク内から見ていきましょう。こちらはファンタジーランド奥にあるデザートのカートです。よく見るとキャラクターによってタルトの土台部分の味が違うようです。私はこの時一番気分だったいちごフレーバーシェリーメイのタルトを選びました。近くのファンタジーランド駅が穴場で椅子がガラ空きだったのでここでタルトをいただくことに。上にカットイチゴがたくさん乗っています。エッグタルトにうるさい私も認めます。これは美味しいです。エッグタルトの上にイチゴのソースが乗ってる感じで元のエッグタルトの味が美味しいのはもちろんイチゴソースとの相性がちょうど良かったです。さあ続いては気になっていたグレープポップコーン。ファンタジーランドのワゴンにはちゃんとグレープポップコーンと書いてあります。パッケージは可愛らしいステラルーちゃんのデザイン。色を見ると確かに紫色。どこか毒々しさも感じるような見た目ですが、果たしてなんとこれがかなり美味しくて個人的ヒットでした。グレープの香りはほんのわずかでどちらかというとキャラメルを少しフルーティーにアレンジしたような感じでした。続いてはベーカリー。この日は店外まで列が伸びており混んでました。マリンカラーのミッキーのドーナツ、フィレオフィッシュ的なサンドイッチ、そしてこちらがダッフィーのレモンチーズタルトです。悩んだ結果私はフィレオフィッシュサンドイッチを購入。当日朝のホテルビュッフェの影響でかなりお腹いっぱいだったので家に持ち帰り夜食としていただきました。中身は白身魚のフライとタルタルソースなのですが白身魚がふわふわで美味しかったのとタルタルソースが軽くて全然くどくなかったので食べやすくて美味しかったです。さてグルメ編最後は前回の動画で宿泊していたディズニーエクスプローラーズロッジからお届けします。グルメ編冒頭のアプリの情報には載っていなかったのですがこのホテルには期間限定のダッフィー&フレンズのメニューがあるんです。こちらが目的のワールド・オブ・カラーレストラン。事前にネット予約をして伺いました。とても開放的な店内で客席数も多いです。平日の午後だったのでお客さんがおらずなんと貸し切りでした。こちらが期間限定メニューダッフィー&フレンズセレブレーションアフタヌーンティーです。やってきました。見てくださいこの圧倒的な可愛らしさ。可愛いバルーン型のスタンドの一番下にセーボリーが5種、上にはプレゼント型のケーキとクッキーとジェラトーニ、最上段にはダッフィーとリーナベルがいました。いやー本当に可愛さの塊ですね。ちなみにこのアフタヌーンティー2人前からしか注文できません。1人でも注文自体は可能でしたが量は2人前。したがって食事も飲み物も2人前提供されています。
こちらのドリンクはスペシャルドリンクだそうで、ピンクグレープフルーツとパイナップルソーダが入っています。甘さの中にさっぱりした風味があり美味しかったです。まずはセイボリーからいただきます。こちらはスモークサーモンのロール、ガーリックアイオリの牛串、20周年の刻印がされたミニバーガー、ワッフルとバッファローチキン、最後はカダイフのエビフライです。セイボリーは5種類ともどれも本当に美味しかったです。お昼を抜いていたのもあり、ペロッと2人前完食。プレゼントケーキの正体はラズベリーとチョコのケーキ。ラズベリーの酸味がいいアクセントでした。お次は2段目のこの子たち。お顔の部分はホワイトチョコでした。クッキー&のケーキはマンゴーとキャラメルのケーキでした。マンゴーとキャラメルって意外と合うんですね。ジェラトーニはケーキではなくドーナツでした。水色のチョココーティングに加えラズベリージャムが乗っています。ラスト最上段いきます。ダッフィーのはコーヒーチョコアーモンドタルト。コーヒーが入っているのは改めてメニューを見返して気づきました。結構チョコが濃厚で大人な味でした。最後、リーナベルは柚子とグアバのムースケーキ。個人的に私はこの味が一番好きでした。柚子の爽やかさとグアバの甘さが絶妙なマッチでした。ここまで食べ進めてかなりお腹いっぱいで苦しくなってしまったので、残ったケーキはお部屋にお持ち帰りすることにしました。このアフタヌーンティーはいつまで提供しているのか具体的な時期の記載がどこにもなかったので、気になった方はお早めに。パーク探索を終えた後はホテルに預けていた荷物を受け取り帰路に着きました。以上、今回は2026年春の香港ディズニーの最新の様子をお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。個人的にはお土産屋さんの拡大に合わせてグッズの品揃えがすごく増えていたのが印象的でした。中でも期間限定コスチュームのダッフィーたちはめちゃくちゃ可愛かったので必見だと思います。グルメに関しては今回はスナック系が多いので、ぜひいろいろ食べ歩きしながら試してみてほしいです。この動画が少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。